それでは、始めたいと思います。名古屋大学大学院人文学研究科の川西秀也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はデジタルアーカイブを活用した近現代史研究の実践ということで、特に私は日本近現代史を、研究している研究者ですので、日本近現代史の研究の、実践として、デジタルアーカイブを使ったですね、お話をさせていただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。私の、自己紹介を少しさせていただきたいというふうに思います。私は先ほど申しました通りですね、日本近現代史を、主に研究している研究者ということになります。特にですね、私は、近代、現代、近現代、特に戦後のですね、象徴天皇制の歴史を中心に、これまで、研究を重ねてまいりました。日本近現代史の中でも特に戦後史と呼ばれるところの、現在の天皇制ですね、その問題について、その、内容、その中身、歴史とかですね、それから人々がどういうふうに考えてきたのかということを、主に研究してきたという研究者になります。他にもですね、例えば別に合唱のと社会の歴史を研究したりとか、ジェンダー史の問題について、いろいろ、研究してきております。いくつかそこに私が今まで書いた本なんかを挙げておいたんですけども、私自身はですね、こうした日本近現代史、特に戦後史の問題を卒業論文以来、私実は名古屋大学出身ですけれども、私自身は名古屋大学の日本史学、日本史というとですね、もっと古い時代を思い浮かべる方もたくさんおられるかと思うんですけども、私自身はその中でも少し新しい時代を、基本的にずっとやってきたという研究者になります。ただ、今日のお話に関係するところになるかなとも思うんですけども、実は私自身はですね、名古屋大学、大学院までいてですね、その後、最初に就職したところがですね、京都大学大学文書館というところで、助手と助教を5年を務めておりました。京都大学大学文書館というのはどういうとこかと申しますと、京都大学に置かれた大学アーカイブというふうに考えていいかと思います。大学アーカイブって何かと申しますと、京都大学のですね、様々な資料、京都大学の、いわゆる行政文書と呼ばれるものだとかですね、それから教員の文書、それから学生に関する文書、様々な資料を集めて、それをですね、保存して、整理して公開する、そういうようなところに5年いたということになります。つまり、アーカイブのですね、日本史学の研究者ではあるんですけれども、一方で今度は資料を提供する側として5年勤めていたということがあります。ですので、そこではですね、まだ、2005年から2010年まで勤めていまして、現在ほどですね、そのほど、デジタルアーカイブが、盛んだった時代ではないんですけれども、それでも、そういうものにですね、構築するのに、少し、自分の仕事をしたということがありまして、つまり、私自身はですね、使う側でもあるんですけれども、一方で、なんていうか、使っていただく側にいた立場でもあるということなんですね。日本史研究者の中にはそういう人も、中にはいるんですけども、珍しい、形なのかなというふうに思います。その後しばらく、5年ほど勤めた後ですね、神戸女学院大学という、関西にある大学で勤めて、これは日本史の研究者として勤めて、現在の大学でもやはり日本史学、特に日本近現代史を、教えているということになります。さて、今回のですね、デジタル講義のですね、概要と目標について少し確認しておきたいと思います。日本近現代史、私がやっている日本近現代史研究におけるデジタルアーカイブの活用をですね、少し概説してみたいと思います。それに基づいて歴史研究をどのようにしたらいいのかということを実例を示しながら考えてみたいと思います。さて、今回の実例なんですけれども、私が専門としているその近現代の天皇制、特に今回はですね、皇太子裕仁親王、昭和天皇、後の昭和天皇になる人ですけども、その人が皇太子時代に1921年3月3日から9月3日まで、ヨーロッパを訪問するんですね。この問題についてデジタルアーカイブでいろんな資料が公開されているので、それについて考えてみたいなというふうに思います。
さて、この時代ですが、少しちょっと時代背景を見てみたいというふうに思います。裕仁皇太子がヨーロッパを訪問する1921年より少し前にですね、世界では第一次世界大戦があったということが大きな問題になっています。近現代の天皇制というのはですね、大変、力を持った大変強い存在として、大日本帝国憲法で定められていましたけれども、世界の中で君主制の危機、これは何かと申しますと、ヨーロッパ、第一次世界大戦のまさに舞台であったヨーロッパでは、世界大戦中から世界大戦後にかけて、君主制がですね、危機を迎える、つまりなくなってしまうというようなことがあるわけですね。ドイツとかオーストリアのような敗戦国もそうですし、ロシアではロシア革命が起こって、王室が倒れてしまうということがあるわけですね。日本の君主制の中でもやはり大変危機、天皇制にとってもですね、世界の君主制、特に日本なんかではやはりドイツなんかモデルにしてたわけですから、モデルとしていた君主制がなくなるというのは大変危機感を覚える。今までのような形ではうまくいかないんじゃないかっていうのが、国内にも高まってきたわけですね。そして時代は、デモクラシーっていう時代を迎えていました。これもまた、やはり世界的なデモクラシー、民主主義、なんかが唱えられた時代でですね、日本にも、そのデモクラシーの思想は入ってくることになります。日本に入ってきたデモクラシー、大正デモクラシーというふうに言いますが、もっとですね、君主の力じゃなくて、人々の議会のですね、力を強めようとするような動きなわけです。で、実は同時期なんですけれども、明治天皇から大正天皇に変わっていた時期になるんですが、その大正天皇という、天皇は大変、病弱であったということがありました。つまり、危機を迎えていて、民衆からですね、非常に様々な動き、我々の意見を聞きなさいみたいな動きが高まっていく中で、実際問題として今度は君主である天皇もですね、なかなか外に出てこれないという中で、じゃあどうしようか。政府やですね、宮中の人たちはですね、次の皇太子裕仁親王、まだ若かりし、この写真の人ですけども、人に期待感を抱くようになっていくわけです。で、ただ、じゃあ、この彼がですね、頑張ればいいかっていうとそうじゃなくて、この社会が変わっていく中で、この変わっていく社会をですね、様々な問題を組み込んだ上で、天皇制を再編して構想しようとします。その中で出てくるのは、つまりデモクラシーをちゃんとですね、受け入れていて、世界的君主制の中でも生き残っていたイギリスなんかの君主制を、これから天皇制を担う裕仁さんがですね、学んできて、るっていうことが大事なんじゃないか。そしてですね、新しい雰囲気の中で、新しい天皇制を作っていこうというような動きが高まっていくということになります。さて、じゃあ、その高まっていく中で、どういうようなことをしてたのかっていうことを、そのデジタルアーカイブで確認してみたいと思います。まず紹介したいのは、日本外交文書デジタルコレクションというものになります。これは外務省が、作っている、デジタルコレクションなんですね。何かと言いますと、日本外交文書というものを外務省は作っています。外務省の記録をですね、編纂して冊子で刊行しているんですね。ただですね、冊子で作っているだけだとデジタルで見れないんですが、現在はですね、先ほど紹介したこのページから、全部割とですね、何年にこれ年ごとに冊子体になってるんですけども、それをですね、見ていく。これ1921年の概要は出来事ですので、1921年のこの、日本外交文書の PDF を見ることができます。その中の一部を右で取ってみました。478というところを見てください。この皇太子殿下、御殿下、ご大英中、英国の事情、新校舎、選定、なら、うんぬんかんぬんというふうにあります。この資料、何かと申しますと、皇太その裕仁皇太子がですね、イギリスに行った時に、じゃあ、英国と皇室と国民との関係とか、英帝国の現状について、誰かその筋の専門家に、ちょっと教えてもらいましょうみたいな話が、外務省が出してた資料にあるということがわかるわけですね。ここで面白いのは、英国皇室と国民との関係性の専門家のお話を聞きたい。
というふうに、外務省が考えているところなんでしょうかね。先ほど言いましたように、デモクラシーっていうことが叫ばれていて、新しい君主制を作らなきゃいけないってなった時に、まさにそれを担う皇太子さんがイギリス行くわけですけど、まさにヨーロッパの君主制の、危機を乗り越えていったイギリスの皇室が国民との関係性をどう作っているのかを学ぶために、皇太子さんにそれを教える人を探しているという姿がですね、ここから外務省がわかる。やっぱここでもですね、大変そのさっき言った危機の中でどういうような形で、新しい関係性を君主制を作っていこう、天皇制を作っていこうとしているかってことが、ここからも分かってくるんじゃないかなというふうに思います。さて、もう一つですね、見ておきたいのはですね、この宮内庁宮内公文書館というところなんですね。宮内庁というのは、天皇に関するですね、様々な、仕事をしている、組織になります。現在宮内庁と言います。当時は宮内省と言ったんですけども、昔の宮内庁にはたくさんの資料が残っているんですね。天皇家に関する様々な資料が残っています。で、宮内庁に残っているところはですね、宮内庁書陵部というところになりまして、そこにが、様々な資料の目録とかですね、画像を公開しています。天皇家はもう古い時代から、日本の古い時代からありますので、実はもう古い時代のものも、残っています。それはですね、この右側の、システムの中の左側の、図書量と言われるところがものすごく古い時代になります。今回はそれではなくて、その隣、宮内公文書館、これは明治期以降の現在のすいません、戻りになりますが、そこをですね、右側のところをここをクリックしますと、宮内公文書館。そして、宮内公文書館だけじゃなくて、赤色のところに横断検索とありますけど、ここに文字を入れると、検索もできるという形になります。さて、では、そこの宮内公文書館の中で、例えばこの皇太子っていうのを、ワードで入れてクリックして、検索してみましょう。そうしますと、それは左側で出てきま赤いところですね、赤い印になります。皇太子と入れますと、右側出てくるんですが、54件ほど、出てきます。これでもですね、実は左側のところで、画像がある資料だけを検索するというところをチェックしているからですね。宮内公文書館には様々な資料がありまして、ただ、残念ながら全ての文書がですね、データベースで公開されているわけではありません。残念ながら、これはもうこの資料を持ってますよということだけが出てきて、文字情報だけが出てきて、実際問題としてはですね、東京の、宮内公文書館に見に行かなきゃいけないものもたくさんあるんですけども、今回の実は、1921年の概要については、もう、宮内公文書館はですね、大変重要だと思っているというふうに多分認識しているのでして、デジタルで、資料も公開しています。そして、それが結果が右側の、青印のところでして、皇太子って入れた後に、出てくるの中に、皇太子のですね、その概要に出てきたものになります。その中の一つを見てみましょう。これ、そうやってクリックしてみますと、こんな風に出てくるんですね。赤い印がですね、なんかいろんな記号がありますが、印刷したりすることもできる。拡大したりする、ものが出てくるということになります。これ見てみますと、こんな資料があるんですね。これは、もう中身読みにくいかもしれませんが、何かっていうことなんですが、実はですね、訪問する場所、皇太子さんイギリスに行きます、海外行きます、欧州、ヨーロッパ行きます。でもヨーロッパいろいろ大変ですよね。様々なですね、まだ戦争終わった後です。終わった後なので、情勢まだここに左側の赤い印のちょっと下ぐらいでしょうか、欧州大陸小国において情勢を見るに、特に人心安定せず、まだまだちょっと危ないよねっていう風に言っています。いろんなものを見学してもらって、ヨーロッパのですね、雰囲気を味わってほしい、もしくはですね、国民との関係性、王室の関係性を見てですね、日本に伝えてほしいという思いはある一方で、この中ではもちろん、そういう人がそういうことを学んでほしい一方で、もしそこで何か、まだ、戦争終わったしばらく経った、ちょっとしたから経ってない時期にですね、行って、何かあったら困るというのが、宮内庁側でもあって、だからこそ、どういうところを行ったらいいのか、どういうところを行ったらいいのか、どういうふうに警備をしたらいいのかっていうことを大変心配している様子が、この、資料からも見えてくるということになるんですね。
今ちょっと確認してみたいと思います。宮内公文書館の資料を見てみますとですね、訪問場所に対する周到な準備をしているっていうことが分かってきます。今回、先ほど紹介した以外にもですね、たくさんの資料が残っていまして、これを見てみるとですね、その各国政府と様々な資料をやり取りしている様子が分かります。えっと、宮内庁に残っている資料っていうのは、その日本の政府との、例えば外務省とか、それから内閣とか、様々な政府とのやり取りの資料が残っています。それだけじゃなくて、例えば外務省を経由して、各国の政府といろんな調整をしてて、それが宮内庁に外務省を通じて伝えられたもの、そういうものについても、基本的に宮内庁の資料の中に閉じられているわけですね。閉じられています。そして、外務省は外務省の中で、大使館、そのイギリスとか、そのフランスとか、訪問国がたくさんあります。それから領事館っていうのもありますけども、外務省の出先の機関と外務省がやり取りして連絡調整して、それを外務省がやはり宮内庁に転送して、当時宮内省ですけど、宮内省に転送して、現在の宮内庁に残っていて、私たちはそれを見ることができるという形になったりとか、外務省自身が外務省でいろんなチェックをしていて、外務省が宮内省に対して、今こういうふうに進めてますよとか、こういうふうに進めたいと思います。で、宮内省は宮内省の方で、自分たちとしてはこういう形で皇太子を行かせたい。こういうこと、例えばこういうことを見てほしい。そういうことが様々なやり取りがですね、現在、私たちがこういうふうに資料として見ることができるということになるわけですね。そして、これを見ることでどういうことがわかるかといえば、先ほどから繰り返していますように、デモクラシーっていう時代状況、社会状況、そして、第一次世界大戦後の、様々な危機を経て、まだ生き残っている君主制を、皇太子が見る機会として、特にイギリスっていうのは、日本は重視したわけですね。先ほどから繰り返しているように、生き残った君主制であります。そして、日本は当時、日英同盟っていうのを結んでて、イギリスとは大変、仲が良かったということもあって、やはりイギリスを今後、先ほどはドイツ、それまではドイツがモデルだったのを、だんだんと君主制とかデモクラシーについては、イギリスをモデルにして、改革をしていく、そして時代状況に合わせて少しずつ変容させていくっていうことを考えていたということが、この資料からわかるわけですね。一方で、第一次世界大戦後のヨーロッパっていうのは、大変危険な場所でもあったわけですね。まだまだ、もしかしたら何かあるかもしれないっていうことを大変心配していました。なので、先ほどの宮内省の文章を見ると、危険な場所も多いゆえ、大変警備っていうことを重要視している。見てもらいたいんだけれども、一方で、もしなんか、皇太子になんかあったらまずいっていうことがあるので、ものすごく慎重に、いろんな場所を決めて、いろんな、見たい場所、しかし行ける場所、でも行ける場所と見たい場所、そういう様々なですね、やり取りをいろんな上に書いたような、各国の政府との調整、それから、外務省の出先機関である大使館との関係性なんかを、そことの密にやり取りをしているっていうのが、こうしたデジタルから、分かるかなというふうに、わかるわけデジタルの資料から見えてくるということになるわけですね。こういう形で、外務省とかですね、宮内省がですね、様々な準備をしていた。いろんな、細かな本当に細かな準備をしています。そういうような状況がですね、資料から伝わってくるということなんですね。あの結構閉じられて、今でも結構閉じられてですね、外務省の、先ほどの記録っていうのは、比較的、重要なものが残っている。宮内省についても基本的にはそうでして、我々からすると、もっと知りたいなと思うこともあるかもしれないですけど、それは残念ながらもしかしたらその当時、もうこれは必要ないと思って捨てられたかもしれなくて、やはり重要だってあるものがっていうものが閉じられているってことが多いんですけれども、しかしですね、よくよく見てみると、こんな細かいことも載ってるのっていうことが、それこそ何百ページにわたって、文章があって閉じられていますので、今日は本当に一部しか紹介できなかったのが申し訳ないんですけれども、あの、本当にそれぞれの国とやり取りしているとか、細かな部分っていうのが、まだ残っていて、それを分析することによってですね、この当時こんな風に外国とのことを考えていたのかなっていうことが分かったりするものになるかなというふうに思います。さて、その概要、具体的にちょっと見てみたいと思います。1921年3月3日にですね、東京の、ごめんなさい、日本のですね、横浜港を出港して、船で、向かいます。沖縄とか香港を経てです
ですね、シンガポール、スリランカ、エジプト、つまり、皆さん、頭の中に世界地図を思い浮かべてほしいんですけど、えっと、日本からですね、西側に向けてこう進むわけですね。そして、エジプトからですね、こう、ヨーロッパ入って、5月の7日にイギリスに入ります。で、イギリスで、しばらく滞在した後ですね、今度はフランスへ行きます。フランスは、パリとかベルサイユ宮殿、とか行くんですけども、やはりここの辺はですね、ヨーロッパの第一次世界大戦の激戦地を巡ったりするっていうのが面白いところなのかなというふうに思います。つまりやはり第一次世界大戦っていう、衝撃があってですね、やはりその中でこう変わっていかなきゃいけないっていう中で、やっぱりヨーロッパのそういう実情みたいなことを、これからの天皇制を担う皇太子に見てもらって、改革してもらいたいっていう、政府の首脳の意図がここに、日程からもわかるかなというふうに思います。その後、ベルギーや、オランダなんかを経てですね、またフランスを最後経てですね、最後帰国して、また船で帰ってくるという形をとっています。6ヶ月ほどでしょうか。かなり長旅ということになりますが、皇太子がですね、ヨーロッパに行ったっていうのは初めて、のことでして、それだけヨーロッパ、が、世界の中心でもありますし、その第一次世界大戦を経て世界が変わっていく、その中、それをですね、こう、皇太子、これからの天皇制を担う皇太子が見て、それをこう学んで、そして次のこう日本の君主制、日本の天皇制のあり方にこう生かしてほしいというような意図があったということがわかるかと思います。繰り返しますが、天皇制っていうのは、確かに近代はですね、大変こう強い存在として大日本帝国憲法では定められていたわけです。ただ、それがずーっと続いてたわけじゃなくて、やはりこの時代っていうのは、その世界的な君主制の危機とか、まさにデモクラシーっていう状況の中で変わっていかなきゃいけないっていう形があって、その変わっていかなきゃいけないっていう、まさにこれが、この外遊っていうのがその一歩となっていたわけですね。その一歩として、だから先ほどの例えば宮内公文書館の資料とか外務省っていうのは、いろんなことを考えていた。だからこそ、その訪問場所っていうのをものすごく細かく、準備していたっていうことがわかるかなというふうに思います。さて、それではその、海外の、訪問をですね、我々、日本国民はどう見ていたのかっていうことも若干ですね、説明したいなというふうに思います。それはですね、やはりデジタルからも確認できるんですね。国立国会図書館のデジタルコレクションっていうものから見てみたいと思います。これはですね、当時出ていたような書籍であるとか、雑誌なんかを、デジタルで見ることができたりするものなんですね。大変、充実していて、本当に現在、あの、もう日々ですね、進化しているデジタルコレクションの一つになります。実は、本当に、この講義を、準備している段階でもですね、変わっかわあの、バージョンアップされまして、私もびっくりしているところなんですが、もしかするとですね、この講義見た後にもすぐにも変わってしまうぐらいの、本当に日々の進化が充実しているデジタルコレクションの一つになります。これはですね、実は3つちょっとありまして、ログインなしで閲覧可能っていうものと、それから送信サービスで閲覧可能っていうものと、国立国会図書館内で限定っていうものの、3つのちょっと区分が分かれています。海外から見る場合は、このログインなしで閲覧可能というですね、著作権様々な権利関係を経てですね、出てきたもの、見ることができるものだけを見ることができるんですね。送信サービスというのはこれ日本国内だけでして、しかも登録しているっていうことが必要になってきたりとかですね、国立国会図書館限定っていうのは、まさに東京や関西のですね、国立国会図書館の中でのパソコンでっていう形で見ることができるものになって、ちょっと限定されてしまうわけですけども、少なくとも今日はですね、ログインなしで閲覧可能になるものだけでもかなり充実してますので、そちらをちょっと紹介してみたいなというふうに思います。さて、この右側がその、画面なんですけど、なんかこう、検索窓があるわけですね。この赤い矢印のところですけど、そこにですね、えー例えば皇太子とやっぱ入れてみましょうか。
そうしますと、こう左側の画面が出てくるわけですね。ちょっと小さくて見にくいかもしれませんが、皇太子なんて入れてしまうとですね、何万100、1000万、10万、24万件出てきてしまうわけですね。とても24万件出てきてしまうと、私たちちょっともう確認することが不可能になってしまうわけです。で、じゃあどうしたらいいのかっていうとですね、実はこのの画面の左の方を見てください。こういろいろですね、なんか絞り込めることができるんですね。絞り込むことができます。例えば今回ちょっと、まず、例えば1900この概要のことを調べたいので、1921年ですので、1921年って、ちょっとこれ画面にはないんですけど、下の方を行くとですね、年をあの区切ることができるので、1921年で絞り込んでみます。それからもう1個はですね、ちょっと今回は本で、検索を、雑誌だけじゃなくて、本でちょっと検索、左側のその赤印のところで、絞り込むことができますので、そこでこう、24万件をですね、絞り込んでみます。そうしますと、右側の検索結果が出てきます。だから24万件で、出てきてあまり見れないので、1921年で図書とやると、絞り込んでいくと、結果としては855件出てくるんですね。855件も結構多いかもしれません。それだけ充実しているんですが、その中でちょっと、例えば送信サービスでしか見れないこともあるものもあるので、今回は、本当にそのログインなしで閲覧可能なものをちょっと確認してみたいなというふうに思います。それがこの一つなんですね。これは何かと申しますと、皇太子殿下ご当記念写真帳というものなんですね。大阪毎日新聞社、現在の毎日新聞社が発行したものになりますけど、これはつまりですね、皇太子がそのヨーロッパに訪問したことを記念した写真集と言ったらいいんでしょうか。それがですね、現在この国立国会図書館のデジタルコレクションではですね、世界各国どこからでもデジタルで見ることができるんですね。大変便利なものになります。で、いろいろ、ありますけど、例えば、右側のこの黄色い印の、ところを見てください。黄色い矢印のところを見てください。これ目次がずーっとあります。つまり、この写真帳がどこか、何が、中にあるのかっていうことを目次が示してあるわけですね。で、この目次のところをクリックすると、そこへ、そのページへ移ります。大変便利ですね。だから例えば、2番目はカイロ停車場をってありますけど、エジプトのカイロを出た時の東宮殿下、これ皇太子のことですが、を写した写真が写ってるんですね。だからこの2番のところをクリックすると、そこへそのページへ飛びます。一個一個見てみたいな、そんなじゃなくて、一個一個見てみたいなっていう場合は、この赤い矢印の先にあるこの、ところをクリックしていくと、赤い矢印の先をクリックしていくと、一枚一枚めくれていきます。それから、下の青い矢印のところを見てください。68分の1と書いてあります。そうなんです。全体としては今68コマあって、今1コマ目を見ているということで、これを例えば2とか3とか、数字を入れていくと、2ページ目、2コマ目、3コマ目に移っていくという形なんですね。こうやって見ることができるんですね。じゃあ見ることだけができるのかっていうと、それだけじゃありません。先ほどのですね、その写真帳のですね、部分ですけども、しどんあの、下の方を、目次の下の方をどんどんクリックしていくと、例えばこのダウンロードっていうところがあったりしてですね、実際問題としてダウンロードすることもできるようになっているんですね。そうするとそれを、例えば我々はパソコン上でじっくり見ることもできますし、ダウンロードしたものを印刷することもできるという形なんですね。これ著作権とか様々な権利関係を経て、基本的に、昔のものですけども、なかなか現在のものはそういうことがまだ難しかったりするとか、現在に近かったものはできないんですけど、1921年ですからもう100年以上前ということになりますので、そういう権利関係もうまく、できているものについては、こうしたデジタルコレクション、国立国会図書館は図書とかですね、雑誌を様々な今デジタル化を本当に進めています。本当に点数が変わってきて、日々進化しています。これによってですね、私たちは、昔の資料をですね、こう手軽にパソコン上でネットに繋いでいれば見ることができますし、それをですね、ダウンロードして、後々に印刷することもできるという形で、大変便利なことになっています。で、
この今の今回の講義で言いますと、これ非常に面白いですね。先ほど言いましたように、皇太子1921年でクリックすると800件ぐらい出てくるわけです。つまり1921年、その皇太子が外遊してた時に、皇太子関係の例えば雑誌とか記事っていうのは、それぐらいたくさん出てたということになるんですね。しかも、この皇太子殿下ご当記念写真帳第4巻って、この資料なんですけど、つまり、毎日新聞社はですね、皇太子がヨーロッパ外遊したことをですね、わざわざ写真集をそれも何巻にわたって出してるっていうことが、このデータベースを使うことによって分かってくるんですね。どうでしょうか？それだけ人気があったっていうことなんでしょうかね。写真集をたくさん出すっていうのは、それだけ我々にとって、要は買う人がいるから、こういう売る人がいるっていうことですけど、つまりこういうもちろん中身も写真面白いんですけども、なので、皇太子こんなことやってんなってわかるんですけども、それだけではなくてですね、それだけではなくて、そうしたですね、出てること自体を知るっていうこと自体が、当時の人気を知るっていうことにも繋がっていくのかなというふうに思います。さて、画面変わりまして、今度はですね、ちょっと新聞を見てみたいなと思うんですが、ちょっと変わった新聞を皆さんにぜひ紹介したいなと思って今回用意しました。それは何かというとですね、この法事新聞デジタルコレクションというものになります。これは何かというとですね、海外の日本人とか日系人、つまり日本から渡って、当時、例えばアメリカとか、いろんな、様々な国ですけども、そこで、現地でですね、住むようになった人たちのですね、日本語で新聞を作ってたりするんですね。それを検索できるシステムが、ありまして、それをちょっと見てみたいなというふうに思います。例えば左側の赤印のとこですけども、ここには赤印の先には検索窓があって、やはり検索ワードを入れれば、ヒットするというような、皆さんもよくご存知のようなものかなというふうに思いますし、右側の方は、例えば新聞名であるとか、発行日であるとか、様々なやつからですね、探し当てていくっていうこともできるものになります。どちらを使ってもいいんですけども、今回はやはりですね、まずはですね、皇太子なんですが、皇太子って入れてもいいんですが、今回ちょっとこのやつでは、裕仁皇太子ですので、裕仁と入れてみました。そうすると81件出てきます。81件出てきて、ごめんなさい、もうちょっと出てくるのか。もうちょっと出てくるんですね。ごめんなさい。裕仁ってやった後にですね、先ほどと同じような、国立国会図書館のデジタルと同じように、1921年、左側の赤印のとこですけども、1921年を指定しました。そうすると81件出てくるんですね。失礼しました。そうしますと、こういう形で、新聞の画面が出てくるわけですね。そして、じゃあ、なんか面白そうだなと思って、この新聞の一部を一番上をクリックではなくてね、2番目をクリックしてみましょうかね。今クリックしてみます。この新聞の検索結果が出てきますので、そこをクリックすると、こんな形でより大きく出てくることになります。大きく出てきまして、これはブラジル時報というものになります。ブラジルの移民資料館の資料提供によって、この法事新聞デジタルコレクションに収録されたものだそうですけれども、まず右側にですね、そのブラジルの日系人、もしくは日本から移民の人たちが、日本語で作った新聞、当時の、要は現地の人たちの新聞が出てくるわけですね。で、具体的に出てきます。皇太子裕仁殿下、ここで今引っかかったわけですね。殿下には欧州各国の文明をご見学になって、うんぬんかんぬん、で、変えられましたよっていう感じで書いてあります。で、そこでですね、ここでは憲法とか国際法とか専門的知識とかいろんなものを学んできたということがわかるわけですね。つまり日本を離れた人たちではありますけれども、日本のことやっぱすごい気になるわけですね。で、しかもその日本の気になる中で自分のまさに日本の皇太子、これから背負って立つ人とかがどんなことを学んできたかってことがこういうふうに新聞になっているということなんですね。しかも、面白いのは、左側なんですけど、これ、ただ画像で見れるだけじゃなくて、テキストという形で、文字起こしもされているんですね。
文字起こしもされています。ただ、ちょっと残念なことにですね、この文字起こしされたテキストはですね、微妙に間違っている部分も多いんですね。ここがちょっと皆さん気をつけていただきたいことなんですけど、この法事新聞デジタルコレクションは、大変面白くて、その世界各国のですね、日本人、日系人のですね、が作った新聞が、こういろんな検索もできて、収録されていてんですけども、で、こういう風に見ることができるんですけども、一方でですね、このテキストの部分については、まだまだこう改良の余地があって、なかなか全部が綺麗に、日本語になってなくて、時々間違っている部分も多いっていうことなので、使う時にはですね、十分注意して、やっぱ右側の、画像をよく見てですね、皆さんでチェックしていただければなというふうに思います。ただ、左側のテキストも、便利ではあるので、意味なんかを取る時にはとても便利かなというふうに思ったりします。さあ、今までのところを少し確認してみたいというふうに思います。私たちがこう見てきた、今までデジタルから分かったことですけれども、どうもですね、皇太子が外遊で諸外国の制度を学んできたっていうことをですね、いろんなところで評価されているからというふうに思います。国会図書館のデジタルコレクションで写真集が出てるのも、それだけですね、新しい天皇制のあり方として、つまり新しい社会、デモクラシーに適合的な君主のあり方として、非常にこう、みんなが受け入れていて、だからこそ先ほどの、ブラジルのですね、ものもですね、そういうことを学んできたっていうことをすごく喜んでいるっていうことがわかるわけですね。そういうことをわざわざ伝えているっていうことからしてもですね、評価しているっていうことがわかるわけです。えー日本国内においてですね、大変期待感があったっていうのは、先ほど800何件ありましたって言いましたが、たくさんの書籍とか写真集なんかが発行されているっていう状況からもわかるわけです。中身もちろん見ることも大事です。中身自身、今回紹介しなかったですけど、いろんな中身見てみるとですね、それだけ、こう、様々な、こう、学んできたことに対する評価とかですね、があったりします。でも写真っていうのは面白いですね。この時期、あの、やっぱり売れたんだなっていうことがよくわかるんです。写真集ってほんとにヒットするんですね。で、それだけ皇太子がヨーロッパでどういうこと、どこに行ってるのか、どんなことを学んできた。我々みたい今のように、もうこういうインターネットもなければ、テレビや、ない時代、当時はちょっと映画できて、実は映画もたくさん上映されていて、映画の上映に関するようなですね、資料もたくさんデジタルコレクションなんかで見ることができるんですけども、でも、そういうどんなことを見てきているのか、どんなことを学んでいるのか、どんなところにいるのかっていうことが写真集によって伝えられて、でもそれが、売り出されているってことはそれだけ期待感を持ってる。繰り返しますけど、やっぱ売れなきゃ出さないわけですので、それだけ出されているっていうことは、それだけ期待感があって、購買層がいるっていうことの、証拠になるのかなというふうに思います。そして日系人の新聞でも注目されているっていうのは面白いかなっていうふうに思うんですね。これはちょっと、話がちょっと飛んでしまうかもしれませんけど、日系社会における皇室とか日本っていうものの感覚なんだろうなっていうふうに思うわけです。それどういうことかというと、こういうものからがですね、海外に、日本社会で、様々ね、例えば、日本社会から、海外出て、海外でこう働いたか、海外で定住する人たちが様々たくさん、日本は近代たくさんいたんですね。ただ彼らはですね、必ずしも例えばアメリカやブラジルとか、海外に行ったからといって、日本のことを忘れてなかったわけですね。忘れないためにも日本語で新聞を作って、自分たちの言葉を忘れないっていうこととか、それから日本のことについて、すごく意識している。しかも日本というものを意識する中で、やっぱり日本を代表するような存在としての天皇っていうのが、今どうあるのかっていうことを、やっぱり常に注視しているからこそ、ヨーロッパでこういうことを学んできてて、どうも我々の故郷がこういうふうに新しく変わっているんだっていうことを常にこう認識しようとしている。そういうような今状況にあったっていうことがわかるかなというふうに思いますね。なんか故郷に対する郷愁とともに、故郷がこんな風に変わってきているっていうことを、まさに日系の新聞っていうのは、こう伝えてくれるツールなのかなという風に思います。なので、この法事新聞デジタルコレクションって、そういう意味日系社会とか
海外に住んでる日本人が日本をどう見ていたのかっていうことを知る、すごく面白い手がかりの一つになるのかなというふうに思います。さて、日本の、中でのですね、反応についても見てみたいと思うんですね。で、それを分かるのは、先ほどの書籍っていうのもありますが、やっぱりね、一番、分かりやすいのは新聞なんですね。新聞です。やっぱり当時、その毎日毎日出されている新聞っていうのは、それだけ、いろんな情報を伝えています。で、実は皇太子のその外遊にですね、わざわざ特派員、一緒について行ったりとして、それこそ毎日速報を流して、たくさんいろんな記事が書かれたりします。えーっと、で、例えば朝日とか毎日とか読売とか、そういう大きな大手の新聞社だけじゃなくて、地方紙なんかでも、そういう記事がですね、毎日毎日たくさん載せられて、我々国民はその記事を通じてですね、皇太子が今どんなことを学んでいるかとか、今日は誰と会ったのか、どういうことを学んだのか、どこを訪問したのかってことをいちいち知ることが、できたわけですね。それによって我々は、なるほど、今こうなってんだなとか、まさにその、なんて言うんでしょうか、新しいこと知ってんだなとか、新しいなんか、新しい情報を仕入れてるんだなとか、新しく生まれ変わろうとしてんだなっていうことを認識していくことになるんですね。で、新聞について言うとですね、これどういう実は残念ながらと言うべきか、日本の場合は新聞はですね、もちろん、例えば日本国内であれば、あの、原紙で見ることができ原紙っていうのは、そのままニュースペーパーが残ってますので、そのまま見ることができたりとか、それから縮刷版って言って、本にしているケースとか、それは日本国内の図書館なんかに様々あるわけですね。じゃデジタルで見ることができ例えば今さっき言った大きな朝日新聞とか読売新聞とか毎日新聞っていうのは、実はデジタルで見ることもできますが、それは実は契約している人たちじゃないと、検索することができないですね。例えば、例えば Google に入れれば全部できるとか、そういうことではなく見ることができるとか、そういうことではなくて、各社がですね、それぞれデータベースを、過去の新聞のデータベースを作っていて、そのデジタルについては、契約してないと、見ることができないという形になっています。とか、図書館は、例えば大きな図書館なんかは契約しているので、図書館の利用者は大きな図書館、日本国内の大きな図書館で契約していたら見ることができるんですが、そういう意味では、網羅的に、例えば朝日新聞を昔から全部バーって見ようとすると、ちょっと海外からはちょっと難しいかもしれません。海外の図書館が契約すればできるかもしれませんが、なかなかそれはちょっと難しいんですが、ただ、そうは言ってもですね、実は面白いものがありまして、新聞じゃあ全く見れないのか、当時の新聞見れないのかというと、そうではなくてですね、実はこんなものがあります。これは、日本の神戸大学という大学がありますが、神戸大学の附属図書館がですね、デジタル版新聞記事、文庫というものを公開しています。これは何かというとですね、神戸大学の前身の学校がですね、明治末年頃から1945年、つまり日本の敗戦まで、なんですけど、新聞を切り取ったりして、集めていたっていうことがあったんですね。それを含めて、重要なんですよ。全部じゃないんですね。全部じゃなくて重要だと当時、その重要だと思われるような記事をですね、様々スクラップしていたということなんですが、これを現在、この神戸大学の附属図書館はですね、デジタル版新聞記事文庫として公開しているんですね。なので、その朝日新聞とか読売新聞とか毎日新聞を網羅的に見ることはできないんですけど、デジタルで見ることはちょっとできない、ここではできないんですけど、ここで残っているものなんかを見ることができたりするわけですね。デジタルで見ることができます。で、面白いなと思うのは、横断的に検索、各紙、今さっき言ったみたいに、少なくとも、日本国内でも朝日、読売、毎日はそれぞれの会社が作っているので、それぞれの会社を全部を横断して、いちいち、朝日のデータベースに行かなきゃいけない、読売のデータベースに行かなきゃいけない、毎日のデータベースに行かなきゃいけないって形ですけど、この場合は、そこに残っているものについては全部横断的に検索することができる。だから、検索結果の中には朝日も出てくれば、毎日も出てくれば、読売も出てくる。それだけじゃなくて、地方紙と呼ばれるような、
大きなものじゃなくて、もっと各地方で出されているような新聞も、実は結構閉じられてるんですね。あったりします。なので、ここの中には、もっとマイナーと言ったらいいんでしょうか、そういうような記事まで結構出てくるっていう意味では、非常に、重要になります。これは海外からも見ることができまして、今、見ていただいているのが、右のがですね、やっぱりこの最初のページなんですけど、やはりこの赤の印の、ところにですね、検索窓ってありますので、ここになんかキーワードを入れれば、いろんなものが検索できるということになります。今回は、この講義はですね、概要のことやってますので、とりあえず皇太子みたいなことを入れてみたいと思います。そうしますと、こんな風に皇太子って言って、で、入れたらですね、539件出てきちゃうわけですね。これもちょっと多いですね。多いですね。ただ、こういうのも絞り込み検索っていうのができますので、左側を見てください。例えば、著者名でこう絞り込むこともできますし、新聞名で検索する絞り込むこともできますし、出版年で絞り込むこともできます。この場合は、皇太子のこの概要っていうのが1921年ですので、1921っていうところをクリックすると、1921年の部分だけが出てくるということになります。これも、この講義はね、たまたま皇太子の話をしておりますので、いいんですが、例えば皆さん興味関心に基づいて、自分のなんかね、入れたいものについて入れてみていただくと、こういろんな検索結果が出てくるんじゃないかなというふうに思います。で、検索結果、出てきた後、ちょっと、今回はですね、その大阪朝日新聞のものをちょっと、見てみたいというふうに思います。こんな感じで、最終的には見ることができるんですね。右側のように、切り抜いたものが、こう PDF になっていると。いう形で、まず新聞の原紙、だから新聞そのものではなくて、さっき言いました、切り抜いた、スクラップしたものなんですね。それを今、こうデジタルで見ることができるという形になっています。ただこれで見ることができますし、それから左側をご覧いただきたいと思います。ちょっと文字が小さくて申し訳ないんですが、資料名として平和主義と文化っていう風になってて、下ずっと見ていくと、本文がやはり書いてあるという形になっています。これも、右側の資料をですね、文字起こししてるんですね。ただ、これもですね、法事新聞と一緒ですね、実際問題として若干ですね、若干ですが、間違いがあったりします。だから、左側の、その文字起こしされたものだけを見てるとですね、ちょっと間違ってる時があるので、気をつけていただきたいと思います。やはり右側の、PDF をしっかり見てですね、右側のPDF をしっかり見ていただいて、左側と合ってるかどうかを確認していただく方が、最終的には引用したりする時にはいいかなと思います。で、今のやつをちょっと、私も文字起こししてみました。そうしますと、ちょっとこの資料はしっかりね、せっかくなので読みたいと思うんですが、皇太子殿下がご帰朝と同時に、帰ってきたと同時に、国民に賜ったお言葉の意味は極めて慎重で、国民はよくこれを了解し、殿下が欲したまうところを実現することに極力努めなければならぬというふうに言っています。皇太子は海外から、ヨーロッパから帰ってきた後、お言葉って言って、こういう挨拶をするわけですね。それを、私たちはよく理解しなきゃいけないんだよっていうふうに言っています。で、今回のお言葉は、先帝陛下、これは明治天皇のことを指しますが、つまり、近代入って最初の天皇ですね、が、五箇条のご正門っていうところで、明治新政の元となったごとく、大正の新日本の方向をご指示遊ばされたも、あ、足お遊ばしたものと拝察することができる。つまり、今のこの皇太子がヨーロッパから帰ってきて国民に与えた言葉っていうのは、日本近代の出発点であったお言葉と非常に似てるんだって言ってるんですね。面白いですね。で、私たちの新しい方向を示したんだって言ってるわけです。大正天皇をちょっとすっ飛ばしてるんですけど、でもそれだけ国民の方が、こうなんていうか、新しくいろんなことを勉強してきた皇太子のお言葉っていうのは大事なんだって言ってるわけです。具体的に、殿下が大戦の後を訪ねさせたまい、世界の平和の切なるうんぬん感じたってことは、平和主義なんだっていうふうに言っています。つまり、第一次世界大戦後、彼ら、その第一次世界大戦後のいろんな、さっき言いましたけど、フランスとかで、戦場を見てきたわけですね。その話をした皇太子がそういうことを言ったってことはですね、あ、これから世界平和の行かなきゃいけないんだという形でなったんじゃないかという形で、皇太子が見てきたことを踏まえて我々は新しい平和主義とか国家を作らなければいけませんよねというふうに、この新聞は言っているということになるわけですね。
それだけやっぱり、第一次世界大戦、に対する衝撃っていうのはあったし、第一次世界大戦の後の世界が変わらなきゃいけないっていうのが、デモクラシーのね、世の中っていう風に変わらなきゃならないっていうことがなってた中で、ここで新聞自体も、そういうこう、見聞きしてきた皇太子、そのお言葉ってやっぱりこれからの日本を作っていく、まさに土台なんだ。それは実はおじいさんの明治天皇がこの日本国家を近代国家を作った一番最初の出発点とまさに同じなんだよ。私たちはそれくらい認識しなきゃいけないんですよっていう風に言ってるっていうのが、それだけのやっぱ期待感があったという風に言えると思いますし、面白いなという風に思うんですね。ちょっとまとめてみたいと思うんですけど、今、これデモクラシーと天皇制を融合させているところがポイントなんだろうなと思います。どういうことかと申しますと、あの最初の方で言いました。第一次世界大戦、君主制の危機があって、天皇制ももしかしたら、ヨーロッパも潰れてしまったわけですから、東洋の天皇制だって、もしかしたらっていうことはあったわけです。だから、政府なんかとか宮中なんかは一生懸命ですね、なんとか変えて、存続させたい、ソフトランニングさせたいと考えているわけです。じゃあ、ソフトランニングさせるときにどうしたらいいかって言ったら、ヨーロッパから入ってきたデモクラシーっていう、まさに国民のことを考えてっていうことと融合させていくわけですね。融合させていくわけです。で、それをすることによって、第一次世界大戦後の世界的な君主制の危機に対して対応していくというようなことを示してしていったということになるわけです。で、面白いなと思うのは先ほどの新聞なんですが、明治天皇、つまり近代国家を一番最初に作った日本の国家を作った人の、その初っ端の、初めのその精神みたいなことをこういった五箇条のご正門っていうことと、今回の皇太子の話っていうのを結びつけて、こっから新しく出発しなければいけませんよっていう風に言っているっていうことが、この新聞から読み取っていくわけですね。そして新しい世界の秩序に合わせた天皇制のあり方みたいなことを求めていったということになります。その正当に立つ、皇太子っていうのが、今回のこの新聞とかですね、それから様々な今回紹介した反応っていったとこですよね。反応。いろんな新聞とか雑誌とか図書なんかを見てみると、今回皇太子がそういう新しいものを学んできて、そして、私たちの日本社会を変えてくれる、日本社会を変えてくれることによってっていう、つまり為政者の方は、政府の方はですね、危機としてデモクラシーを学ばなければ、これもしかして潰れてしまうかもしれない。でも、反応側の我々の方は我々の方で、こうやって変わってくれるかもしれないというような、お互いが合致している様子っていうのが見えてくるわけなんですね。日本社会は、なんかね、イメージではどうしてもなんかこう、明治から昭和のね、戦前までっていうのは非常にこう、天皇制強くてですね、そういう国家だというふうに思われてしまうかもしれません。ただ一方でやっぱり、実はそうではなくて、この時代、ある時期、その第一次世界大戦後からしばらくの時期は、むしろデモクラシーに近づいている天皇制があったということが言えるかなと思います。ただ残念ながらですね、これは、また、いろんな問題が起こっていく中で、強い天皇制に変化していくということになりますが、この問題については、今回のちょっと範囲が講義の範囲外になってしまいますので、今回はですね、でもそういう、その手前に強くなる前にですね、いや、むしろ、実は現在の象徴天皇制の、ある種の原型とも言えるような民主主義との、融合を図っていくような天皇制が生まれていたっていうことを皆さんにちょっとご紹介して、デジタルの資料からわかるかなと思って紹介させていただきました。さて、このデジタルアーカイブを利用してということが、今回最後にお話をさせていただきたいと思うんですけど、こういう形で私が今ちょっと喋ってきたことなんかも、デジタルアーカイブを利用して、ほとんど利用してしか喋ってないわけですね。でもこれ以前に比べて大いに活用できるようになったなというふうに思います。私自身が大学を卒業したのはもう二十数年前になるんですけど、二十数年前はですね、こういうふうにまだデジタルアーカイブというのはほとんどなかったんですね。残念ながらですね、前だったらですね、えっとそれこそ東京に行って、
図書もいちいちめくらなければいけない、図書っていうことが多かったわけです。それに比べて本当にたくさん、本当に日々ですね、デジタル化されていて、どん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 、例えば今日検索したのに、明日検索したらヒットする数が違うみたいなことも、本当に起こってしまうぐらい、日々進化しております。そういう意味ではですね、国外からのですね、日本史研究、特に日本近現代史研究っていうのは、本当に以前以上に可能になったんじゃないかなというふうに思います。そういう意味では、とっても便利になったので、ぜひ皆さん活用していただければと思います。今回は、皇太子、概要について述べましたけども、本当いろんな検索ワードを入れれば、たくさんの資料が出てきますし、あります。ただ、問題もあります。ただ、デジタル化された資料っていうのは、まだ少ない現状にあるかなというふうに思います。国立国会図書館大変充実してはいますけども、それでもまだまだ、先ほど言いましたように、まだ著作権とか様々な権利関係で見ることもできないものもあります。それだけじゃありません。やっぱりですね、日本はまだ、予算とか様々な問題で、デジタル化っていうのが進んでない現状なんですね。例えば紹介した宮内公文書館っていうのは、宮内公文書館、つまり東京の皇居のある宮内公文書館で見れるものの、ほんの一部にしかまだデジタル化されてないんですね。やっぱり実際問題としてあそこで検索しても、ここにありますよってことだけは、うちが持ってますよってことだけは分かるんですけど、実際問題としては、じゃあそれを見に行きたいですって、宮内庁公文書館に宮内公文書館に行って、現物の資料を見なきゃいけないっていう風になっているんですね。残念ながら日本社会はまだまだ海外に比べて、デジタル化された資料は数少ない現状ですので、これだけで、また研究するっていうのもまだまだ難しいんですが、でも、そうは言っても、繰り返しますが、まだ、そういう意味では、これはまだまだ発展させなきゃいけないけど、繰り返しますが、これはまだまだこれから、活用する、まだまだですけど、だけど、これからでも、あの、皆さんには活用できることもたくさんあるかなというふうには思います。そして、今回紹介したデジタルアーカイブ以外にも、たくさんのデジタルアーカイブっていうのが、生まれています。各地方の図書館とか、各地方のアーカイブなんかでも、デジタルアーカイブっていうのを作ったりして、本当に便利になっています。日本社会も、まだまだというふうに先ほど言いましたけど、まだまだでも様々な、種類のもののデジタルアーカイブがありますので、ぜひ海外から、利用していただいて、日本について、研究していただければなというふうに思います。私の講義は以上とさせていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。